バラの花5つ。片山弘子。昔、私は大層暇の多い人間だった。どうしてそんなに暇があったのかと考えてみると、しなければならないもろもろの仕事をしなかったせいだろうと思われる。そういう怠け者の人間が時たま忙しいことがあるとすぐくたびれてしまって、くたびれた時には散歩をした。さて、ある時の散歩に、私の家からあまり遠くない馬込の丘を登ったり降りたりして歩いた。馬込つくも谷とか言って、丘と谷がいくつも連なり、どの丘もどの谷もみんながそれぞれ違った光と色を見せて、散歩するには楽しい道であった。その日私が歩いていたのは、今は小学校が建っているその辺の谷から広い丘に登る小道を少し左に曲がって東南に向いた傾斜面であった。その辺はほとんどみんな畑で、ごくたまに小さい別荘風の小家が見えたが、私がちょっと足を止めたのは、その広い斜面を庭にして、元畑であった土地ゆえ、まだ木は一本も見えなかったが、バラ園を始めるらしく、バラの大きな株がいくつか植えられ、小さい株はごしゃごしゃっとその辺いっぱいに見えた。ちょうど6月の初めで、大きな株にはたくさん花が咲いて、咲きすぎるくらいだった。その新バラ園の主人らしい人が、その辺を掃除していたが、まだ40ぐらいの背の高い清らかな風采の紳士みたいな人で、身なりはバラ園の親父らしい格好をしていたが、それはまだ借り物らしい姿に見えた。垣根もない道端に立っていた私は、その主人と目を見合わせたので、軽くお辞儀をして、大層良いお花でございますね、と素人に対するようなことを言った。主人は少しはにかんだように、いや、まだ始めたばかりで、あまり良い花は咲きません、と謙遜した。私は通り過ぎようとしてもう一度言った。そのお花を少し分けていただけますかしら。どうぞ、いくつくらい差し上げましょうか。5つくらいどうぞ、と言った。主人は腰のはさみを取って花を切ろうとして少し躊躇するように言った。
れはお代をいただいてよろしいでしょうか。はあ、結構でございます。どうぞ。と私も赤くなった。のんきらしい顔をしていても、その大輪のバラの花を5つ、ただ無心する気はないのであったが、新しいバラ園の主人は、代を取るということが、大層骨の折れる難しい仕事らしく、それでは一輪8,000ずついただきます、と言って花を切り始めた。さて、50銭銀貨を出すと、お釣りをと彼はポケットに手を入れたが、いいえ、お釣りはもう結構で、と私が止めたので、それでは花をもう一つ、と言って、彼は咲きかけたつぼみを2つ切って出した。なんと、そのかわいい桃色のつぼみが2つで10銭なりのお釣りであった。私はその2つのつぼみをもらったことが嬉しいような悲しいような気持ちで歩き出した。後で聞いた噂では、そのバラ屋さんは東海道筋のある県のお役人で、知事さんの次くらいな地位にいた人であったが、ある時世間を騒がした義国事件で部下のために災いされて退官し、世間から隠れてこの丘に引っ越してきたのだということ。これは誰も確かに聞いた話ではなかった。秋咲きのバラの咲く時分に、私はまたその辺の畑道を歩いてみたが、その日は植木屋らしい若い男が働いていて、主人は見えなかった。それから2年ばかり過ぎて、この人は青天白日の身になって、また元の世界に華々しく帰っていき、馬込の畑は別の人の家となった。その後20何年か経って、多分戦争中にその人は亡くなったようであった。終戦以来、戦争の恐れだけはなくなっても、狭い入れ物の中でかき回されているような私たちは、みんながどん底に落ちて、ただし反対にのし上がった人も少しはあるけれど、大抵の人は生活のために何かしら仕事をしなければ生きてゆかれない状態に押し付けられてしまった。その中の一人である私も、何か働きたい、何か仕事を持ちたいと願っていたが、求めている人には何かしら思いがけない道が開かれるように思う。私は絶えて久しく忘れていた丘の上のバラ屋さんをまた思い出した。
バラの花を切り、つぼみを一つ切り二つ切り、小さい利益と小さい損失を積み重ね積み重ね、自分の新しい仕事を育ててゆかなければと、このごろしみじみ思うようになった。お花やお茶の先生も、洋裁も、卵を売ることも楽しいだろう。洗濯婦になることも勇ましく気持ちがいいだろう。何かしら仕事をして人におんぶしない生活をしていきたい。そして何よりもまず私たちの英単を捨てていこう。しかし考えてみると、この短文が全部一つの英単であるかもしれない。もしそうだとしたらごめんなさい。